今日は今から一番ね、ここから一番近い黄河を見に行きます。市の中心ぐらいにいるんだけど2時間かかります。で、中国では地下鉄に乗るときね、この荷物をね、エクス線かなんかに通してチェックするんだけど、水をね時々検査されるので、なんか機械にピッとかやって、ほんでさっきそこのねところでお湯沸かしたのを自分のボトルに入れてたんだけど、それ大丈夫かどうかこの目の前で自分で一回飲んでみてとか言われて、ちょっと新しい感じで、ここからバスに乗って1時間ほどでその黄河の付近まで着く。ちょうどね、昨日のお昼頃に海浜から鄭州に列車で移動してきました。この旅行の時期がちょうど春節とかぶっていて、もうチケットも全部争奪戦でね、鄭州まで来るのはもう座席が売り切れで、列車と列車の間の部分に牛詰めになって入る席なしのチケットっていうのがあるんですが、それで来ました。立派な門がまたありました。チケットは48元でした。もっと人が多いのかなと思ったけど全然いない。いやー、誰？この像は炎帝と皇帝という古代中国の伝説上の人物だそうです。で、この炎帝と皇帝は兄弟なのですが、中国河北省の始祖と考えられていて、この中国のね漢族はみんなこの炎帝と皇帝の子孫だという言い方があるそうです。ちょうど上まで登ってきました。今日はちょっとね視界が悪くて残念ですが、でもそこに黄河が流れているのがね見えます。この先に毛沢東が黄河を視察した場所があるそうです。ちょうどこの銅像の位置に座って向こうに黄河を眺めていたそうです。毛沢東がここを訪れた5年後に国家プロジェクトとして黄河の最初のダムとなる三門橋ダムの建設が開始します。で、ここで毛沢東は黄河がどのような状況で氾濫するのかといった細かいことを質問したといいます。で、最後に要把黄河的事情办好と言い残して、そして国家を挙げて三門橋ダムの建設を開始します。今多分一番上まで登ってきました。さっきの建物を上まで登ってきました。像がさっきいたところですね。ほんでこんな感じ。河南省はこの黄河のある豊かな土壌で中国全国の約 10% の農作物を生産しています。あれが高速鉄道が今あそこに通ってますね。今ずっと黄河が見える岸辺まで歩いています。結構遠い。着きました。黄河って実はその川幅がそんなめちゃめちゃ広いってわけじゃないんですね。で、あれですね、上から見ていた鉄道の線路、橋があります。で、黄河はね、中国のマザーリバーと呼ばれていますが、でも長い歴史の中で何度も決壊して洪水を起こして、多くの人々にね多くの苦しみを与えた川でもあります。で、実際にこの歴史の中で何度も流れる場所を変えてきました。そういうわけで古代から黄河をどのように治水するのかということについて多くの方法が提唱されて実践されてきました。で、さっき黄河の治水のために三門橋ダムを建てることになったということを喋ったと思うんですが、結論から言うとそのダムは建設はあまりうまくいかなかったんですね。で、ちょうど先学期黄河の治水と歴史についての授業をとってチームでその三門橋ダムについてプレゼンをしたんですね。簡単に説明すると、当時建設にあたって中国はソ連から技術者を招いてですね、でソ連の技術者がこうしたらやしたらいいよというのに従って建設したそうです。で、基本的にはソ連に当時あった大きなダムを参考して建てられたのですが、その建設にあたって黄河の最大の特徴っていうのが十分に考慮されていなかったんですね。黄河が氾濫する最大の原因は水の中に土やら砂やらたくさん含んで、その土や砂が川底に堆積してしまうことで洪水が起こるんですね。で、近代に入ってダムの建設などが可能になる以前は
2つの方法が考えられていて、まず1つ目は黄河の流れをどこかでこう2個とか3個とかに分けるということ。もう1つはもう分けずにさっさともう水も堆積物もさっさと海に流してしまおうという、そういう2つの発想が主にありました。ほんで1957年に三門橋ダムの建設を開始して、で完成してから貯水を始めたのですが、1年半ぐらいでもうダムの容量がいっぱいになってしまって、そしてダムの底にたくさんのその土やら砂やらが堆積してしまったんですね。ほんでその堆積はダムの中だけじゃなくて、ダムのある黄河のその手前の部分と、そしてその黄河に流れ込んでいるウェイクと、そしてルオフという支流も支流にも堆積してしまって、そこが全部洪水が起こってしまったんです。ダムの建設で洪水が起こって一番危機的な状況にあった陝西省がこの三門橋ダムの再工事を要求したんですね。で一方でそのダムのおかげで洪水を免れてありがたくなっていたその黄河の下流の省の人たちは現状維持を主張したという、そういう、社会的な問題にまで発展しました。ほんでダムを再工事するとなればまた巨額の費用が必要となるという難しい状況の中で、当時周恩来が、有名なスピーチをするわけです。ほんで周恩来はそのスピーチの中で黄河の下流の安全のために中流が犠牲になるということは絶対にあってはならない。そしてダムをこのままほったらかししてたら、そのダムが決壊してもう下流も中流も全部危機的な状況に陥ってしまう可能性もある。でほんで現状維持を主張する人たちに対しては、あなたたちは3年以内に黄河の上流のこの土壌を保全して洪水などが起こらないようにすることができると思うのか。もう3年以内にはもう首を切ってもそれはできない。だから再工事は必要だというふうにスピーチしました。今日はねもう黄河を見ることができて満足しましたじゃあもう帰ります。バイバイ、またね。今深センのお店で蘭州炒飯を食べています。こういうなんか可愛い食器とか見るのも結構好き。今日はね旅行最後の日です。で今日この後河南省博物館を予約したので、それを見に行って夜の10時から寝台列車に乗って北京まで帰ります。鄭州は昨日一日雨が降って、ほんで気温がぐっと下がって、今日は雪が降っています。このガラ空きのスタバでコーヒー飲んで休憩中。あそこに雪が積もってるのが見える。すごい雪が降ってますが、博物館に着きました。なんか今ちょうど第8の隋と唐の時代まで見て、でも閉館の時間になってしまった。今ちょっとバスを待ってるんだけど、博物館の展示ね最後まで見れなかったのは残念だったんだけど、でもすごい良かったです。今ね鄭州の出站に着きました。ここから寝台列車に乗ります。河南省ね約そうね8日ぐらいの旅行ですごい楽しかったです。洛陽と開封とこの鄭州の3つの都市を回って、それぞれの場所でねもっと感じたこととかいろいろあって、もっと動画で言えたらよかったなと思うこともあるんだけど、なんかそれはうまく編集できたらなと思います。私14車両目だからもっと歩かないとダメだ。また3階になってしまった。ちょっと場所がないのでこのままで失礼しますが、明日の朝北京に着いて、ほんで明後日からまた新学期が始まります。そうね、ゆるりとやっていこうと思います。では動画をね見てくださって本当にありがとうございます。ではもう遅いのでね寝ますじゃあね、おやすみなさい。